名前はトカイサランです。で、帰化する前の名前がチュープサランになってます。で、2020年の4月が1月か2月ちょっと覚えてないんですけどに帰化申請が通ってチュープっていう名前をトカイに当てて漢字を当ててトカイサランになってます。サランだけちょっと発音はそのままなんですけど、チュープっていうのが、カンボジア語で出会うっていう意味があって、でトカイっていうのが飛ぶに会うっていうところで海を渡って出会った人ってことでトカイに国語の先生がつけてくれました。私の長男はお兄ちゃんなんですけどは同じように帰化していて、お兄ちゃんはそのままチュープの名前を使ってるんですね、カタカナで国籍だけで。私の場合は結構電話でチュープサランですっていうことに対して聞き取れないことが多いんですね、相手側が。であとはチュープなのにチューブってなっちゃって、結構その名前でいじめられていたって、いじめられていたか遊ばれていた、小さい時からもう日本人の子たちに名前で遊ばれていたり、日本人じゃなくても、いろんな国の子供たちがそのイントネーションだけでなんかそれ遊んできて遊ばれちゃうって、だからなんかそれが結構嫌だなっていう思いがあって、で帰化したらまあ、日本にいるし、なんか漢字でみんなが聞き取りやすい名前にしようと思ってて、そうチュープから都会にしました。私は、父も母もカンボジア人で、カンボジア内戦があった時に父と母が、カンボジアを歩いてタイに渡って難民になって、難民キャンプで2人が出会って結婚して、で私たち子供たちが生まれたんですけど、で私はなのでそのタイのカオインダンキャンプっていうところで生まれていて。で兄弟全員ですね、難民キャンプの場所は違うんですけど、それぞれみんな難民キャンプで生まれていて、で難民キャンプで結構長く私たちの家族の場合は長く生活していて、10年から15年はいたって聞きました。でそこから、難民支援の難民、が入って第三国定住で日本に来ることになりました。もともとは、日本じゃなくてアメリカに行くことが決まっていて、それもその第三国に行くってことも私の父じゃなくて母がもう結構率先的に、みんながやってるし可能性があるから行こうよ行こうよっていうふうに言って、父は割とこうチャレンジをすることが怖い人で、いやいや戻ろう戻ろうって言ってて、で母はいやそんな戻ったら絶対生きていかれないっていうふうに言ってて、お母さんがアプライしてアメリカのテストにインタビューに受かってアメリカに行くことが決まったんだけど、病気になっちゃったんですね、母が。流産をしちゃって、で、結構すごいお医者さんもその整ってなかったんで、最初はお腹が痛いってところが始まって、助産師の経験がありますみたいなおばさんがお腹が痛いならじゃあちょっとマッサージしようかってしてたら、それがすごい影響しちゃってお腹の中で子供が亡くなっちゃったっていう経験をしてて、でそれですごくもう赤ちゃんかお母さんかの命を選ぶってなった時に、もちろんお母さんってことになって、でそれでもう大手術をして、それでそのアメリカに行くことが、なくなっちゃったっていうんでなくなってしたんですね。でやっぱ母はやっぱ諦めきれなかったので、もう一回次にその日本からのアプライ、その日本がじゃあ難民を受け入れますってなった時に、やっぱり母がまたじゃあもう日本にってとこで日本にアプライしたら通ったっていう。なので、私と兄2人と父母で日本に来てます。うちの家族はいないですね。父の、いとこか、はとこかわかんないんですけどが、アメリカに行っ
ってたんですね、同じ難民キャンプの中で。だから多分アメリカっていうところでアプライしたと思うんですけど、日本はもうみんないなくなっちゃってたので、本当に私たちの家族だけっていうところですごい小学校1年生の時、そう 5歳でしょ、で 6歳で小学生だから、もう来て多分1年か半年も経たないうちに、両親たちがすごい不安な気持ちがいっぱいあったりとか、あとは昔ねラーメンの屋台があるんですよ。でこうラーメンの屋台が通ると音楽が流れるんだけど、それラーメンだと知らなくて、とにかく音楽が夜に流れると誰かが亡くなったんだっていう合図になっちゃうっていうふうに連想するらしくて、すごい怖くて夫婦で泣いてたみたいな、なんかそういう話を聞いたことありますね。そうですね、まず綺麗だなと思いました。親世代が今まで隠してきたこととか、私たちが学校で見てきたものよりもすごい綺麗なものとして、しかもそれが立派なあの大きさのサイズの写真でちゃんと枠に入ってて、で飾られる場所も綺麗で、なんか全てがなんか一つのすごい本当に作品、これがいわゆるこう綺麗な作品みたいなイメージでしたね。でなんか割とでもその写真に込められるストーリーは本当に私たちが今までこうあんまり表に出したくないもの、ダークな部分だったりもするのに、やっぱああいう写真にすることでそれがこうみんなのこうパワーになっていくってところを見ると、すごいなんか素晴らしいものができてるなと思ってて。写真、文字が先につくよりも絵でこう見せて、でその絵の奥にある意味合いを自分で知りたければ読み込むとか調べるっていうのを導いてくれるので、なんかそういった意味では結構新しいなと思ってて、なんかその外国人とかなんか難民っていうふうになると、学校の中で経験してきたことは大変だったことは何とか、カンボジアの国を教えて、時代がいっぱいあるんでしょうとか、貧しい国なんでしょうみたいな。なんかそういう負のイメージしかなくて、なんか負のイメージを出すと絶対いじめられるって分かってたから、それを出さない、なるべく表に出さないみたいなっていうところでは、なんかあれがこう初めて日本の社会でバーンって出たかなって思います。いろんなね調査研究の中では文字としてはいっぱいあるんですけど、あれがビジュアル化されて、しかも大々的にああいうところで、しかもね東京の中心部で出るっていうのはまずないので、かつ結構いろんなエスニシティがいろんなあるじゃないですか、日本の中でも。やっぱ割とカンボジアはなんか特徴がないねみたいな。ベトナムだったらベトナム料理フォーとかさ、バインミーとかなんか青菜とか言って、もうすごい今日本の中では定着してるけど、カンボジアみたいな、どこそもそも、いやベトナムの近くなんですけどみたいな、そういう話から始まって、でかつカンボジア、アンコールワットが有名なところねって出ればいいんですけど、まずそこ出ないんですね。カンボジアどこだろうかとか、あとはカンボジア内戦があって今でも地雷があるところねみたいな話になっちゃうんで、なんかすごいカンボジアでもこんな中心に立てるんだみたいなのが初めて経験しましたね。そうですね、いろんな皆さんストーリーがあっていろいろ興味深いんですけど、カセットテープあるじゃないですか。あれ同じ状態のものがうちにもいっぱいあって、最初その価値が分かんなかったんですね。でものすごくいっぱいあって、なんかすごいスペースを取ってるんですよ、なんかもう今カセットは聞かないんで、そうよく分かんなくて、でそういうなんかものがずっとあるなと思ってて、それをただ単にお父さんの趣味なんだなみたいなぐらいしか思ってなくて、でも実は本当に最近の最近で、両親が両方ともやっぱ年取っていくので、やっぱね年取っていくといろいろ物を整理していかなくちゃいけないじゃないですか、いつどうなるか分かんないから。でそういった意味でもこう両親にあれどうすんのこれどうすんのって話をした時に、そのテープの
いっぱいあるけどあれどうすんのみたいな話になって、今 YouTube にいっぱい流れてるよとかそういう話をして、あれねってなって、お母さんが、その昔の話を出してきて、だから難民キャンプで一生懸命育てた野菜を売って、タイ人とかに売って、そのお金でお菓子とかなんかその自分のいいものを着るために使えばいいのに、お父さんは全部カセットに使っちゃうんだって、自分のああいう音楽を聴くための。でそれでいつも夫婦喧嘩してたのよみたいな。だからこのカセットテープは本当になんか今でも煩わしい、なんかすごい面倒くさいものなのよみたいなことを言ってて、あ、そうなんだと思って。なんか私はそう割とそのお母さんの声を聞くタイプなので、じゃあもういいんじゃない、捨てちゃうみたいな話で言って、でも捨てると絶対すごい大喧嘩になっちゃうから、お母さんはそれはできなくて、いやこっそり1日1個捨てればとかって言ってでもキム・ハクの写真があって、そういうことなんだと思って、難民キャンプで一生懸命育てた野菜を売って食べ物にするよりも、この父はその自分のこのメンタルじゃないけど、それを聞くことによって癒されて、使ったものなんだなと思うと、すごいものなんだな、価値があるものなんだなと思って、それをしかもわざわざまた日本に持ってくるっていう、いろんなね荷物の制限がある中でこうセレクトされたテープたちと思うと、なんかそうあの写真があれを見てお父さん思い出します。カセットテープの写真見ると、でお母さんが話した思い出がつながるみたいな。っていうふうに、そういろんな家にいっぱいあるんだけど、それが一体何なのかが分からなくて、ただのガラクタでしか分からないっていう思いが多分私以外にもいるんじゃないかなっていう。だからああいう写真が出ると、あれはこんな意味があったんだって、あれはすごい大事なものじゃんっていうのがなんか改めて思い知らされる感じがしますね。2つあって、1つはやっぱり残していきたいっていうのがあって、本当は私親を出したかったんですね。両親が被写体になってほしかった。でもいつも仲良く両親と接せられるわけじゃないので、だからタイミングが合わなくて、今回は自分が出ることになって、そうなのでその両親が経験したことを、今度自分が残していくものとして、自分が被写体として難民キャンプでの思い出を残すことは多分次につながっていくだろうなと思って参加したっていうのがあって、でもう一つは基本的に私は自分の方でもいろんなその活動をしてるので、その自分が何者であるのかとか、自分のアイデンティティとかそういうことで、高校生の時からずっとこう発信することをやってきたので、その本当は話したいけど、なんか話したら聞く側はどう受け止めるんだろうっていう中で話さない人たちがいっぱいいると思うんですよね。でも例えばかつ今までああいうふうにこうフォーカスされるのって大体年配の人たちが多くて、若者はねあまりフォーカスされない中で、やっぱ若者もそこに入っている、若者でもないんですけどなんか一応親世代じゃない人たちもそこに参加できるっていうところは、なんか一つの証拠として残したい。でそれを見て他の同じ同世代の子たちが自分も関わってみたいなとか、こういうふうに話していいんだっていうふうに思えるだったら、なんかこうやってみたいなっていうのがあったのが2点ですね。1回目の時はなんかすごいこうなんつうの、こう主となってメインとなって動かしてるよりかは、そのいろんなメンバーがいる中での一人っていうところで、あとはいろんなセッションをしていく中で、私を企画させてもらったその 1.5 世代のクローズドのトークを企画させてもらって、なんかそこに参加してくれる若者がいたことがすごい嬉しくて、その 1.5 世代でこう話に来てくれる人たちがいたってことが嬉しくて、この人たちとなんかできることあるんじゃないかなと思ってて、で
であとはそのコミュニティの中でコミュニティのが主体メインとなってやれたら次はなんかまあ簡単な言葉でかっこいいだろうなと思ってて、自分たちでもできるんだぞみたいな、もうこの内容でコミュニティの中でそのやるっていうのはあんまないので、やっぱそのやってみて形になってそれが残ったことは大きいかなと思います。うん、であとはそのコミュニティの中でがやることによって関わりやすくなった人たちもいると思うので、日本人が企画するのとコミュニティが企画するのでは多分そこに関わってみようかなって思う人たち多分違ってくると思うんですよね。私が担当してるセッションに関しては老後セッション、老後っていうか結構暗い内容なんですけど、これから高齢化していく中で日本社会もね、今の日本人が高齢化していく中でコミュニティもやっぱ高齢化が止まらない、それはそうですよね、エイジングだから。なんでやっぱ親世代30代40代で来た人たちがもう60代とか70代になっていく中でいろんなサポートが全然足りてないなっていうなんか課題意識があって、もちろんその自分の親からスタートはしてるんですけど、あとはその周りにいるその定年した高齢化している人たち、60代の70代の人たちの生活状況を見ると、このままでいいのかなって、孤独死はさせたくないなと思ってて、団地に住んでて団地から、日本人なんですけど運ばれていく人を見ちゃったんですね、私。で運んでいく人もなんか業者みたいな人で、入れられてなんかねこう運んでいって、これが孤独死かみたいな、一人で亡くなっていくって、なんか寂しいなって、と思って、最後はねどんな人でもやっぱりみんなにこう迎えられてやっぱり行った方がなんか人間でいてよかったなっていうふうに思ってくれるかなと思って、そうだからいやこれコミュニティもありえんじゃないかなと思って、でかつそのやっぱ日本語ができないし、じゃあ日本語ができない中で認知症が起きて、じゃあ施設に入れるかというと入れないし、施設に入るって本当に限られた人なんですよね。月額すごい何十万で払える人たちだし、じゃあその今のコミュニティの人たちなんかそれが払えるかって言ったらほぼ払えなくて、支給年金額も違ってたりして、2万円の人たちもいるんですよ。月額2万円の年金で生きていけないですよね。コミュニティの文化継承もちろんそうなんだけど、子供世代とか自分のアイデンティティとかもそれはすごい大事なんだけど、次だよねって、私たちの親世代どうなってる今ってあげた時になんか食事もままならない、年金月額2万円で暮らしてるみたいな。でやっぱ年取っていくと子供たちもいなくなるし、自分たちの食べ物とか結構適当になっていくんですよね。同じものを34日食べてるとか、もう想像はできないっていうか、もう2日でも飽きちゃうのにそれを1週間食べてるのっていう人たちもいるので、なんか年取ってただでさえエネルギーがないのに、なんかすごいこれは寿命伸びない、長く生きたいと思わないなっていうのがあって、そういう課題意識があったからそういうやりたいし、それをやったことで終わらせるんじゃなくて、今年はそれでいい、でも来年は例えば本当少しでも小さくてもいいから、例えばじゃあそういう家庭に食事提供ができるとか、今日はこのメニューだからもしよかったら例えば1食300円で買えるよとか、もっと運んでいってあげるよとか、そういうふうにやりたいなと思ってて。そうでも今私も子育て中だし仕事もしてるから、社会人になってまだ若いんですよ。私まだ10年は経ってないから、一人でできるのは無理だなと思ってて、なのでこういう課題があります、これやるとみんながハッピーになります、それに協力してくれる人いませんかっていうので、今回のセッションはそういう狙いをしたくて、それで儲けようと思ってる人はちょっとごめんなさいなんですけど、やっぱりなんか自分が少しでも貢献の言葉もあんま好きじゃないんですけど、
みんながハッピーだよねって、最後までハッピーだよねっていうところで一緒に走っていける人探したいなと思ってて、少なくとも来年まではお弁当を提供できるようにしたいなと思ってますね。